私たちミーアイです。本当に皆さん長い間合宿生活お疲れ様でした。デビューが決定したばかりのメンバーたちと合宿生活の思い出トークをしながら今日はお疲れ様パーティーを開催します。題してめちゃみんなお疲れ様でした。そして目いっぱい合宿を振り返っちゃおう。そして感謝も伝えちゃおうパーティーです。長いめっちゃさて、合宿生活を振り返る前に私たち携帯とかもずっとなくて電子機器なかったじゃないですか。そんな中でメッセージとかすごかったよね。っていうかそれよりもフリック入力ができなくなってなくなっちゃって「い」とか「え」とかの方がどっちだっけみたいな。そういうことか。もうこれになった。おじいちゃん今までこうだったのに帰ってきてからでやっと慣れてきた。これ何件だった？これ競いたいんだけどみんな LINE の件数最大で1位の自信ある人いる？はい。おっと飯田さん。私は999。全然勝てないそれは。ちなみにすみません。つづみさん5000。5000。5000ですよロブ。全国民とお友達ですか？そう、ちょっと全国民とお友達だったかもしれないんだけど、5000玉あってたうち開いたらわかんない。5000みたいな。5000見たことない5000みたいな。ってことで皆さんお疲れ様パーティー。じゃあ続いてみんながファイナルが終わってお家に帰ってまず何をしたのか聞きたいなって思うんですけど。私は家に帰ってすぐ寝ました。やっぱね、もうやっぱしないとな。趣味睡眠と食べること。そうなんだ。なんで一応焼肉を食べてからもうバタッ。焼肉食べたんだね。もう幸せでした。もう夢一切見なかった。もう超深い眠り。最高でした。すずもお寿司を食べてすぐ寝ました。食べて寝るのが一番幸せよ。それは家族で行ったの？家族で行きました。何が一番美味しかったですか？でもやっぱり中トロ。そうなんだ。中トロが好きなんだね。中トロなんだ。もう顔がもう中トロ系じゃん。顔が中トロだもん。みんなでも食べに行きたいね、お寿司とかね。めっちゃ行きたい。大食い企画とかやってみたい。大食い企画。誰が一番食べれるかな。いやもう上位です。貫禄がすごいね。何も言わなくても。みゆさんって何のジャンルの食べ物が一番入るんですか？1個をずっとじゃなくて、私はビュッフェで無双するタイプです。じゃあ続いて石井さん。はい。ちょっと私食から離れるんですけど、石井蘭はどうしても寝たかったんですよ。でもまさかの家じゃなくていとこん家に直行することになり、いとこん家に行きます。そこにはキッズがたくさんいるんです。寝たくても寝られないんです。もう飛びかかってきて久々に会ったし、すごいお姉ちゃんだと思われてるから、もう休む暇なんてないです私には。で、もみくちゃにされ、一応お風呂に入り、食べたものとかもあんま覚えてない。でもさ、ランさんはさ、そのチョッピーの時にさ、幼稚園の先生みたいになってたじゃん。もうそれが個人的に面白かったわけよ。ファイナルで幼稚園の先生をやり、でお家に帰って、キッズたちのね、幼稚園の先生。もうそういう運命なのかなっていうのを。ほら、もうあそこでも。ほら、あそこにも言う。もうやだよ。これトラウマだよとか言うことで。でも一生遊んでましたね、だから。いやでもヒロもたまにキッズになってたよね。あれ、可愛くキッズ。よく言えるな。一緒になってた。もう何しかなかったんや。もうね、もう一瞬は自分のそっち側になるしかない。気遣ってた。そんなことないですよ。楽しかったです本当に。私は免許の更新に行ってきました。本当はね、すごくね、本当に出たくなかったんです。お家大好き民ですから。インド派ですね。なんせ免許の更新はお金がかかってるんで。高いお金を払って取った免許なんで。現実的やな。私は
次の日朝から学校でした。学校行ったの？行ったよ。やば。教室に行ったらすごかったんじゃないみんな。でなんかもうギャーみたいなギャーみたいな感じ泣いてる子とかもいて、愛されてるやん。胸熱。学校に私も行きました。担任の先生も泣いてくれて、なんか幸せ守りみたいな、あとなんかその辛くなった時とか嬉しかった時とかに読む用の手紙みたいな感じで手書きの手紙も先生がくれて、友達もなんか寂しいって言ってくれて、でもみんなが応援してくれてすごい幸せな日でした。すごいやっぱ年齢層とかさ幅広いグループだからさ不思議だな。アウェーなんだけど免許の更新するから何にも感動的じゃないし、むしろ面倒くさかったよ。現実的でいいね。続いてあやねさん。もうこの休みの期間はもう3食ラーメンの勢いで私だね。毎日摂取するっていうのをすごく決めてて、で学校行ってもうずっと今日は何のラーメンを食べようそういうこと？っていうのを考えてて文字通り3食ラーメンってこと？はい、帰ってまず初めに鍋をしてもらって、その締めはラーメンにして、で翌日学校に行くまでに鍋の残りでまたラーメンをしてラーメンを食べて、帰ってきてインスタントラーメンを食べて、夜もラーメンを食べて、で次の日はお買い物した後にラーメン屋さんに行ってっていう感じでもうずっとラーメンを食べてました。ちょっとすごいぞ。でりのんちゃんと LINE でどんなラーメンを食べたかっていう競い合いをしてました。岡山に帰ったのが夜の9時ぐらいだったんですけど、そこからラーメン屋さんに2店舗行ってラーメン2杯食べました。すごいんだけど、それをあやねちゃんに送って、あやねちゃんはまだ私ラーメン食べてないんだけどってあやねちゃんに言われて、私はもう先に食べましたっていう、そういう競い合いをしてました。どういう新しい企画が生まれてたんだそこで。一緒にラーメン食べようね。いややっぱ食っていうのは一番の幸せですからね。結局ね、本当にココナとか美味しいもの食べれた？デビュー祝いのケーキを持ってきてくれて、それを食べました。やっぱお祝い事はケーキですねみんな。しーちゃんとかは？私は12月の初めに誕生日だったので、そうだよね。そう帰ったその日に誕生日パーティーを開いてもらって、でもほぼ一人でホールケーキを。何ケーキ食べたの？ショートケーキ。ショートケーキ食べたの？こんなの？ほぼ一人。肌がすっごい綺麗なのすごいよそれで。どこに行った？悪くならないように。じゃあショートケーキ食べてるから。白くなった。なるほどね。さあ私はその16日にファイナルがあったんですけど、17日が妹の誕生日で、そう妹2人で3姉妹なんですけど、一番下の子の15歳の誕生日で、私はその日の17日に帰ったのかな、だけどその帰れるっていうのを内緒にして妹に、サプライズ？そうめっちゃいいやん。そういつもみんなで集まる親戚のうちがあるんだけど、そこにこう妹が普通にいて、で私はもう何もこう知らせないで、帰ってくると知らせないでケーキを持って急に登場するっていう、すごいめっちゃ嬉しいと思う。もう本当に喜んでくれて素晴らしい。そう本当に最高だった。妹思いのお姉ちゃんでした。で最後に加藤心さん。私は長女。お父さんと一緒に UFO キャッチャーをしに行くのが日課というか、パパがお休みの日に一緒に行くんですよ。私すごいアニメとか好きだから、そのフィギュアとか撮りに行ったりとかよくしてて、でやっと久しぶりにパパ会えて、でパパが久しぶりになんかキャッチャー行かないみたいな連絡で、だから行こうって言ってご飯食べて UFO キャッチャーしに行って遅くまで遊んで帰ってきたら、お父さんからめちゃくちゃ大きなこれぐらいの花束がロマンチックジェントルマンだね。花束をくれて、花束なんだパパ。なんかすごいママの感想みたいになってる。パパの妻の感想だった今。これからもっと頑張っていこうっていう気持ちになれた休暇でした。素晴らしい。
こっからは合宿期間を振り返りたいなって思うんですけども、辛かったこととか嬉しかったこととか本当にたくさんあったと思うんですけど、その一番嬉しかったこともしくは一番辛かったこと、それをどの瞬間だったのかなっていうのを聞きたいなって思うんですけど。超頑張った。超頑張ったケイちゃんの。いや超頑張ったケイちゃんはもっと嬉しかったことを言うと、グループバトルで初めてなんか自分のファンがいてみたいな、あの瞬間がもう格別で、しかもうちの名前のボード持った人が一番前にいて、なんかすっごいなんかキラキラした目でこっちを見てて、家族でもないし友達でもないなんか新しい存在みたいなので、もあの瞬間がめっちゃ嬉しかったっすね。その国民プロデューサーの方々のさ個性がさまた違うやん。なんかボードの個性。そうそう、ボードの個性やばい。個人に合ってる。そう。字体も全然違うよね。人によって。そう本当だ。可愛い系の名前のなんかパステルカラーとかで持ってる人もいれば、なんかもうバキバキの黒と黄色みたいなのでもなんかみたいな感じで持ってる人もいるし。稽古って書いてある。清水稽古。習字っぽいね。結構。習字うち手書きが多かった最初はもう。みんなもなんか習字体の黒と白のやつでこうやって清水稽古みたいな。コロコロとかめっちゃ可愛い。コロコロ可愛い。コロコロ可愛い。水色とか多かったから。って書いてある。コロコロ可愛いの多かった。丸めの字体でね。そうそうそう。じゃあすずみん聞いていきたいかな。私が一番じゃあ辛かったことにします。辛かったことは一番最初の再評価の期間。本当にリパイの再評価、みんなすごいやっぱピリピリしてたし、振りが焦って頭に入ってこなくて、本当にできないっていうゾーンに入っちゃって、しかも A に入ったんですけどダンスが未経験だったのでやっぱ周りについていくのに必死だし、振りも覚えなきゃいけないし、もうココナとか顔がもう引き継いまくって思い出したくない。思い出したくないけどどうだった？もう本当に B に入ったんですけど、なんで私が B なんだろうってずっと思いながら、もうみんな一回見たら覚えるんですよ。B クラスがもうすごくって本当に。だってさ一瞬のやつ見てもあわかりました行きますとか言って。そう本当にみたいな。待っててなんか一回見ただけでさもうじゃあ教えますとか言って。すげえみたいな。待ってみたいな。私はレコーディングが本当に大好きで、なんか本当にまたレコーディングをしたいみたいな思いでずっと続けてきたところもちょっとあったので、ここでレコーディングができて本当に嬉しかったっていうのが。しかもあれだよね、自分たちの曲になるっていうのもきっとさらにね。そうなの。絶対。あとはなんかご飯が本当に美味しくて、もうなんかあそこのホテルに行った時のパン、顔がします。パン。みゆちゃんのパンの量がもうすごいパンの山みたいなの持ってきて、みたいな感じだったんですよ。なんか当たり前のようにこうやってパン屋さんやった。みたいな。パン屋さん。めっちゃ負けれない。しずくちゃんまでは負けなかったよね。みゆちゃんは多分堂々食べるタイプで、じゃあこそ隠してるずっとここで。なんかここにね食べてるんよね。普通にちゃんとパン食べるだけじゃなくて、こう付属であるバターとジャムをちゃんと持ってきて、こうちゃんとこだわりがあるから食べて美味しくいただいてるでもつづみはいつもウインナー持ってったよ。ウインナーかみかんかだ。そうウインナーかみかんがあったらもう必ず紙コップにこう詰めて。匂いするな。そう練習室でなんかいろんな匂いがしてたもんね。すずさん。はい。めちゃめちゃ考えてたよね。やっぱり一番辛かったこと一つとすると、パート気味かなと。ちょっと待って、めちゃめちゃもう円になってみんななのじゃあまずセンターから決めようかと。あれが一番嫌いです。空気感もねなんかもうなんかさあれのさセンターやりたい人みたいな。もう一番じゃあ一人ずつやってみようか。じゃあサビ踊ろう。サビやろう。じゃあまず覚えようか。じゃあ待ってるから。辛かったね。結構トップレベルに辛いね確かに。一番嫌だった。全部終わったってなった次の日とか大体やって。だからなんかまた始まるな。
パート決めがまた始まる。でも頑張ったね。頑張ったね。頑張った頑張った。ではココナさん。ココナさんに移ります。ずっと考えてたんですけど、一番なんかグッてきたのがファーストラブで、なんかすごいグループバトルよりも熱気がすごかってすごかったよね。それでそのファーストラブシーンってなっとる時に自分が歌った後に「おー!」って言ってくれるのがもう本当にもう嬉しすぎて結構気持ちがもう爆上がりしてましたその時は。なんかあの時ファンの人の熱量がすごかった。なんかもう一言発すだけでもなんか「おー!」みたいな感じで「おー!」みたいな、なんか自分も上がってきて「行くぜ!」みたいなめっちゃ盛り上がったよねあれ。さうちモニタールームの人に聞いたけど「I'll be your hero」鈴見の聞こえなかったよみたいに言われて「みたいな。よかったモニタールーム聞こえなかった？もう歓声がすごいみたいな感じで言われてすごいね。すごかったよね。まず白い台が出てきた瞬間が出てきたみたいな感じで、それだ、ね、もう後ろで待ってる私ちょっと自信満々にこう待ってこう手振っちゃったりしてるのにこうなりますよ来た来たみたいな。スーツとか感じた？感じた。感じたよ。なんかロケティア。そのポジションバトルの時すっごい感じたし、なんか帰る時ももう感じた。みたいな感じ。よかったよとかばっかり。すごい嬉しかった。じゃではあ高見さん。だよね。高見。いや考えたんですよ。考えたんですけどすごいゆっくりで。辛かったこと、食事の時間がやっぱ1時間だったから、なんかご飯を食べるのも急いで食べるし、あ、私今ご飯を食べ終えたっていう余韻にも浸れない。私今ご飯を食べ終えたっていうこの満腹感に浸ることができず、そのままもう次には「せんはねー」とかって「せんはねー」っていうのが結構しんどかったので、だから余計あれですよね、トキシックとかの時もうすごい多分やばかったから、そのご褒美企画の時の緩急がすごすぎて、みんな注文するのがみんなそれ食べれる大丈夫みたいな量を頼んでたんですよ。おかしかったよ。ランちゃんとかはその時何を食べたんですか？ランは韓国の食べ歩きモッパンを見るのが趣味だったのね。そうそう、だから初めてその商店街みたいなところに行っておでんとかトッポギをその場でこうやってついて食べさせてくれたの。もうそれがなんかドラマの世界ですか、みたいな感じで、なんかすごいなんかモッパン YouTuber になりましたみたいな気分だったからすごい嬉しかったですそれは。私はA to Z のチームで行ったスイーツが一番幸せでして、カステラだったりなんだろう、チョコのドリンクココアとか普通にソーダとか、あとメレンゲクッキーだったりクロワッサンとか、そういうのも全部食べて、それが一番幸せだったのと、その時だけ全部のことを忘れて、普通に韓国旅行に来たみたいな感じで楽しめて、そこまでなんか韓国にいる感覚しなかったから、もうなんか練習室の鏡の前か部屋だったから、もうなんかたまにここって韓国だったっけみたいになる時あったよね。全然日本だった。全然日本だった。またね、みんなでね、市場とかそう行けたら絶対楽しいと思う。じゃあ最後では最後、しずくさん。私は嬉しかったことで、最後のファイナルの時に最後のトレーナーさんのレッスンでゆめきさんがやっぱ泣いてくださったなんか多分放送ではちょっとしか映ってないけど、私たちのパフォーマンスを見てこう泣いてくださって、すごいなんかまずゆめきさんがこう涙しだした時に最初みんななんかもう動揺してた。そうなんかどうした泣いてるんか分からんかったよね。そうなんかこうじゃあなんか最初なんか違う。こうしだして、じゃあなんか痒いのかなって思ったらなんかとかやりだした。泣くとはってこう怒られたりさ、やっぱりしてきて、やっぱその
やっぱ怖いとかっていうイメージもやっぱみんな結構多分強かったから、そんな山木さんがこう最後にやっぱ泣いてくださったのがすごい嬉しかったし、やっぱ最後のステージ頑張ろうって改めて思えたから、やっぱすごい思い出の瞬間です。間違いなくいい瞬間だよね。一緒にてっぺんまで行こう。常に周りに気を配ってくれてて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。一緒にデビューすることができて心から本当に嬉しいです。